この場所でずっとなんですか？ですね、2000年にこっちに引っ越してきた感じです。そうなんですね。谷さんが 2代目になられたのはどのタイミングだったんですか？こっちの店ができたよっていう2000年からちょうど僕も手伝い始めて、父が70で引退してから数えたら12年です。はい。それまではどういったお仕事されてたんですか？僕ですか？はい、僕商社で営業してました。そうなんですか。へえ。これはそばですか？そうですね、今からやってるのは。産地はほぼ指定でやらせてもらってるんですけど、うちそば粉を2種類使ってるんですけど、そば粉の配合は変えます。煮込みうどんの場合はやっぱり塩分がない分硬いっていうか、そんな感じに仕上がりますね。これ鶏ガラと、あとこれがソーダガツオと、室味とサバ節の混合節ですね。この鶏ガラは味噌煮込みに使うんですか？そうです。両方使うんですけど、ダブルスープみたいな感じで、動物性の旨味成分だけなんで、味噌煮込みうどんはその昆布使わないんで、その代わりの旨味成分でこれが一応たまり醤油なんですけど、たまり醤油の大豆の成分から植物性の旨味成分をもらうっていう感じです。はい。ここに
体味噌煮込みに使われる感じですかね。もうこれは全部煮込みですね。出していただいております。本当には一升半かな。一升半と一升半でいいか。お米はだいたい1日どのぐらい？お米、はい。日によって違うんですけど、6升8升ぐらいかな。こう食べますね。土日で。ある買ってきてって言って。カビになっちゃって米がパサつくもんで、そう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 、だから一緒になっちゃうから。だから米洗うためとかじゃない？じゃない、うん、違う。そうそうそう、で米がはい。竹玉です。はい。
やるの忘れてたから。そうそうそう。竹玉出ます。竹玉です。天入り一半出ます。はい。ミニのご飯お願いします。ミニです。はい。長いですね、ここに来るのは。はい。前、あそこの道路沿いにあった時も何回か来たのかな、ちょっと覚えないんですけど、ここに変わってからも利用来ますけどね。はい。美味しいですか、やっぱり。そうですね、味は変わらないと思いますけど。はい。一半出ます。柔らかめです。揚げ場だけですか。そうですね、まあ、基本は僕以外にできる人がいないもんで、とりあえずやるだけやらせてもらって、まあ、こっち側の手がつけば向こうも手伝うみたいな感じですね。はい、結構簡単に見えていろいろやっとるもんで具材によって温度変えたりとかあるんですか。しますね。野菜だとやっぱりちょっと170から180度よりは低めじゃないとダメですし、180度一定っていう形ではやらないもんで、だから余計ちょっと技術が、天ぷら屋さんがやってるような手法でやってる感じですね。
煮込みです。じゃあこしわです。ざるです。僕は初めてです。僕はもう何十回も。あ、そうなんですか。実家が近いんで。なんか魅力って何ですか、神谷さんの。この味噌煮込みじゃないですか、やっぱり。濃さと、この硬さは他にあんまりないので、あとこの漬物が美味しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。餅出ます。餅入り1つ目出ます。餅です。餅入りです。はい。親子と卵出ます。卵です。次は親子です。全部入り出ます。全部入りです。いらっしゃいませ。柏一飯出ます。お願いします。煮込みです。いいです。全部ミニなんだけど、天丼です。失礼します。ですね。ありがとうございます。
野菜天出ますよ。はーい。野菜天です。お待たせしました。野菜天です。ざるです。はい。昔から来られてるんですか？ここの前のところからずっと。じゃあもう2、30年前とかですか？まあ、へこれざるそば。そばが普通のそばと違うけどちょっと太いんだ。味噌煮込みうどん2つお願いします。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。煮込みです。僕ら楽しくグルメっていうので活動していて、インスタと TikTok と YouTube で活動してます。どうでしたお味の方？美味しい。王道の味噌煮込みうどんって感じで期待を裏切らないスタイルですね。きゅうりはなしでいいですか？卵です。こちらがニンニクのみです。こちらが煮込みです。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ざるです。ごめんなさい、一人ちょっとこれだけ出しちゃいます。おすすめのメニューとかあるんですか？煮込み煮込みですか？お客さんに提供されるまで鍋がグツグツなんで。けど天ぷら入り。ね、エビがめっちゃでかい。根元、問題は同じ歯が。耳のご飯。天ころです。天ころです。エビおろしです。あ、いいです。2つです。エビ
り下ろしできます。ありがとうございます。ありがとうございます。とろろうどんです。天ぷらうどんも出ます。天ぷらうどんです。盛るんかい。さらに。自分はこれをまず1袋、今日だと3袋か4袋使うので、セロを剥がすのが大事。平成2年に結婚しましたんで、33年ぐらい、誠屋さんの一人娘のとこにと結婚したということで、家族5人いるんですけども、4人はみんな本当に誠屋さんと結婚していいのって言って、でも最初からね、その後を継いでくれとかね、おじいさんもおばあさんも何にも考えてないし、大変だよって、飲食は私たちの代で終わりましょうとぐらいのつもりで悠然と構えてやってたみたいですよ。でお店継がれたのはもうそこから結婚されてすぐ継がれたんですか？いや、なんか8年ぐらいはサラリーマンやってたんですけど、あ、そうなんですね。はい、そうそう、まあ、一応金融機関に勤めてたんですけど、一応信用金庫で勤めてて、で口が達者になったという。このかまぼこもね。でもうちょっと香り付けをするためにこのカツオのまた混ぜたやつを買って入れます。約これで15分間ですね。こう取ればよく澄んだ本当に美味しい出汁が出ますよっていうのが。
っぱ毎日こうやって出汁を引いててもね、いい匂いがするなと思って、返しをこの一番だしの美味しいうちのかつおで割って準備をしておく。39でいいの？39で昨日良かったからそれにします。もう味噌煮込みは生麺なので加水率がそんな4も入れたらぐちゃぐちゃになっちゃうんで。お願いします。先代の大将は前は手でやってたんですよ。転んで肋骨を折った時にそのこねるのができなくなったんで、大田屋さんという出汁屋さんの今は亡くなったその昔の社長さん会長さんがこの関東ミキサーというパンをこねる機械をやった方がいいぞと。でこれでやると手でやるよりもまんべんなくいい明太ができるはずだからって。でおじいさんはそれをかたくなにこだわったけど、自分がこのあばらを折っちゃってもうできなかったもんだから、一応これを入れてからおじいさん曰くこっちの方がいいって言って、だから機械を入れるとこは入れて、で手打ちというのはそれをやってこう足で踏んで伸ばすのはその手でいいんだと。うちは特にここまでは機械に助けてもらってるけども、あとは手打ちでやろうということで。僕はまだまだあれ大したことない。ちょっと粉調整して入れて、ある程度踏んで混ぜてこう水と粉を合わせていくとこう馴染んでいって、で最終的に時間を置いて寝かすとしっかり綺麗な多分皆さんが思う明太になるので、ここからまた調整していく。だからまだちょっと混ざりのとこあるんですけど、ここから鳴らしていきます。今おいくつなんですか？僕は32ですね。お店継がれるきっかけって何だったんですか？一応理学療法士っていうリハビリの国家資格の大学行ってて、一応それは取れて、この店自体もいつかは継ごうとは思ってたんですけど、5年10年先に理学療法士やってから戻るか今こっちやるかで、大学遠回りして入ったので、理学療法士としてもそんな経験ない中での名古屋に戻ってきたんで、どこでも就職先があったわけじゃないので、だったらもうここ一本でやろうかなっていうので、すごいこれは個人的なあれなんですけど、やっぱり昭和とかから続いたお店が結構皆さん腰痛とかで、うどん屋に限らず洋食屋さんとかすごい美味しいところとかが結構閉店とか後継ぎがいなくてっていうことがあって、今はこの店だけですけど、本当はそういうせっかく資格持ってるので理学療法とその飲食みたいなのつながって皆さんの寿命じゃないですけど健康寿命みたいなのが伸びれば本当は嬉しいですけど、今はもうここのお店で必死です。並んだってありますか？多分僕がいた時じゃないんですけど、スマステが一番並んだでしょ。あれが11時に開店して、8時に終わるまで行列が切れなかったらしいです。やっぱりうどんの中のグルテンをしっかり水と合わせてあげることでしっかり定着して、そこで時間を置くことでまたグルテンが強くブリッジが強くなっていくので、やっぱり置く時間とその混ぜ方っていうのがすごい大事っていうのはそこで改めて感じたので、まだまだ知識的に未熟な部分もあるんですけど、少しずつブラッシュアップじゃないですけど、ちょっとずつでも良くなればなとは思ってやってますけど、正直まだまだ未熟で日々やりながら話も聞きながら毎日状態見ながら、一つでもいいように。
これで大体2升5合炊いて1日4升ぐらいは多い時は炊きますね。最初はガス釜で炊いといて、あと足りない部分はこっちで1升炊きのやつで追っていくっていう形でうちはやってます。こっちがなくなり次第みんなバイトの方にはなくなったらなくなったって言いでご飯危ないですよって言ったらもうこっちをすぐたくさんのご飯をこれで毎日これで作っておいてフライヤーの前に置いといて時間がある人がもう一口一口食べていくっていう形ですね。それを混ぜといてみんなが時間がある人が食べて、これも大田屋さんが美味しいのりを持ってきてもらえるんでこういう感じですね。いやでもお寿司屋さんでもほとんど冷凍のやつを使ってますよね。こんな美味しいエビを使うのはどこだっていうことで魚屋さんが言ってた作家の村上春樹さんいるじゃないですかが2、30年前に来て食べたらしくて、その時のことを本に書いて、で最近そのことでノーベル賞関連で取材があって、このエビ美味しかったって書いてたので、その日からずっとエビがいっぱい出るので剥くのが結構大変とかやらないと回っていかなくなっちゃう。ちょうどここにいたパートさんがうちの祖母とかがなんか乗せたいねって時にその場の思いつきでこう作ってくれたらしくて、エビ天はうちから味噌煮込みののは始まったのかなっていうのは聞いてるんですけど。おはようございます。どうもいつもありがとうございます。またお願いします。いろんな店があっていろんなことがあるなっていうのは思いますね。収録で投資営業でっていうのをほとんど10年15年続けてるっていうのが改めてすごいなと思って。臨時休業する時もありますよ。でも基本は絶対休まない。総裁以外で多分体調不良で店閉めたこと風邪ひいたとかね、僕の知る範囲ではないと思います。僕この仕事量で2人で体壊さずにやってるなっていうのが僕はそれが一番すごいと思います。それだけは他の人に多分負けないんじゃないですかね。うちの店は2人は本当に平日でも休日でも本当ずっと同じことやり続けてるので、そうなれるように頑張ります。まだまだ未熟なので頑張ります。それ前です。これこのまましまっとくよ。甘くして。土台を作って衣の大きい天ぷらを揚げたので、包み込みに中に入れてもとろけないずっといます。
7654で指示しながら、どういう順番全面にエビ玉に、エビ玉1、ご飯に。はい、いらっしゃいませ。何名様ですか。ちょっと店頭でお待ちください。ごめんなさいね、満席になりました。すみません。ところにございましたら、お決まりになりましたらお伺いします。ちょっとすみません、最初ちょっとバタバタしてうどんが茹でれないのでごめんなさい。はい。ちょっとうどんが茹でれますらお願いします。何個ぐらい1個。1個。ちょっと最初混雑しておりますので、うどんがちょっとお時間かなりかかってしまいます。味噌煮込みの方でよろしくお願いします。ごちそうさま。うどん。はい、どうぞ。卵はごめんなさい。中の方に入ってます。お待ちどうさま。これエビ玉2個です。はい、先生失礼しました。こちらおやっぱおじさん。めっちゃうまいです。大阪から来たんで、もう帰るんで、締めのうどんで。はい、ごめんなさいね。いつもはこんな風にならないんですよ。繁盛店のようなふりをしてるんです。もうちょっと待っててね。ごめんね。3番さん、エビ玉、味噌、お待ちどうさまです。どうぞ。お待たせしました。エビ玉のお客様。はい。はい。こちら味噌煮込みになります。伝票の方失礼します。俺の集大成にふさわしい。4名様全部4ご飯に。はーい。ごめんよ。全部が2個にエビ玉です。はい、お待ちどうさま。お待たせしました。どうぞ。卵はごめんなさい。下の方に沈んでます。できる作ってください。お待ちどうさま。これが1番さんの卵2個です。はい、これがラッキーの2番さん全部入り。はい。ありがとうございます。はーい、1番さんのと。こちらお席どうぞ。3名様。はい。店頭の4名様どうぞ空きましたのでお座りください。どうぞ。ごちそうさま。はい、お待たせしました。
どうぞ。いただきますと助かります。いらっしゃいませ。次の方も中お入りください。エビの白すまし。どうもありがとうございます。ありがとうございました。どうもありがとうございます。おめでとうございます。お玉用の椅子一つ出しましょうか。外でお待ちの方、中どうぞ。ご飯2個お願いします。すべてお待ちいただけますと助かります。ありがとう。どうぞお入りください。ありがとうございます。が4つ。箸つけといてあげてね。5名さん、あ、4名様ごめんね。中に入ってまーす。お待ちどうさま。熱いので気をつけてください。どうぞー。ありがとうございます。どうもー。次2名様です。次の方、中どうぞ。どうもありがとうございます。どうもー。全部柏3番さんレビー。では次の2名様、あちらのご席へどうぞ。席打って1枚札とか入れといて分かんなくなっちゃうから。いいよ。失礼します。お待たせしました。エビ味噌と卵味噌ですね。エビのお客様。はい。お気をつけくださいよ。もう2名様、外の方も2名様、中どうぞ。ないので順に並んでごめんなさいね。お待ちください。はーい、全部でーす。お待ちどうさま。はい、どうもありがとうございます。で、これでお願いします。ごめんなさいね、後ろ味噌煮込み通りますのでお気をつけください。お待ちどうさま。親子大好き。親子エビー。どうぞ。すいません。お待ちどうさま。初めて来たからどんな感じかなと思ったけど、やっぱり美味しい。味噌感もすごいかなと思うけど、そうなんですね。美味しいです。初めて。あんま無理しないで。来てくれてありがとうございます。めっちゃできるね。はい、ご飯1個。まだ美味しい。ありがとう。
これちょっと前セットしてもらおう。店頭の方、親子2個が。上置いとくね。ありがとうございます。どうもありがとうございます。先頭の方はテーブルお待ちですよね。はい、ごめんなさい。はーい、親子は2個、卵は中です。お待ちどうさま。どうぞ。お待たせいたしました。どうぞ。おネギ持ってる。チリ玉と。これが朝やってたら悪いやつ。ネギ出しで。足である程度伸ばしてからやらないとちょっと疲れちゃうんでっていう感じです。ありがとうございます。ごめんね、変な聞き方しちゃって。あ、いいよ。以上です。大盛りはお待ちください。どうぞ。どうぞ。お待ちどうさま。どうぞ。暑いので気をつけてください。どうぞ。どうぞ。親子エビ。はい。よいしょ。全部親子ご飯が1個お待ちどうさま。よいしょ。はい、さいも。ありがとうございます。俺結構。順番で並んでください。6名様、全部2つ、エビ玉大2つ。いいよ、いいよ、出して。エビ玉大師とお出しお願いします。こんにちは。ようこそ。6番か。あ、ごめんなさい。はい、エビ玉ねぎトッピング。失礼します。お待たせしました。全部入りのエビトッピングですね。はい。はい、どうも修行の道にしてくれたね。親子とエビ大ご飯。一つ一つ。はい、さ、やってるよ。はい。はーい、ありがとうございます。全部、はい、エビ玉ねぎ。これはノーマルな全部です。誠屋さんの良さって何かあります？出汁が効いてる。そう。ちょっと不揃いな麺。
どうぞ。フォークスプーンお願いします。大丈夫？大丈夫？次あるよね。ありがとうございます。どうもありがとうございます。どうぞお待たせしました。お待ちどうさま。にメニューございますのでお決まりになりましたらごめんなさいね。お待ちどうさま。はい、全部4つ。今日長く入ってくれます。本当に？はい。あ、そうなの？今日さっきできてたまず。あ、本当？ちょっと当てに行って、当てに行って。5時以降でいい。長く誰ですか？ごめんなさい、こちら卵の中沈んでいます。ごめんなさい。天ぷらの方です。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。カウンタービールカボです。ありがとうございます。卵でーす。3名様ですかね。ごちそうさま。2名様の後半回ってからもうないです。多分だからその前に食べるけど。ありがとうございます。いや、ちょっと君1個ちょうだい。一人一人。捨てといて分かんなくなるから。一人って何回いつも取るんですか？まあ大体時間見ながら、今日は多いですね。1回のだって大体50人分ぐらいは予定してる。はーい。であとは様子見ながら、お寿司が強ければもっとどんどんやっていくっていう。特に今は午前中なので、まあやれるだけとにかくもう後先考えないでもうやっちゃうっていう。ああ、今のからね。はい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 。店頭のお客様、奥のテーブル空きました。どうぞ。カウンターでご飯1個ね。こちらからメイドそうなんです。はい。よく来られるんですか？よく来る。名古屋の煮込みは硬すぎるというけど、ここはすごく私に合うんだよね。知り合いの方が大阪の中に来ると必ずここを連れてくるんですよ。もう昔からそうだけどね。ごめんね、もう1個ご飯追加。
こがかはい全部はいお願いします。ごめんなさいね。ごめんね、立場の方で。どうぞ。はい、では2人でごめんなさいね、お願いします。魚ご注文お伺いします。大盛りでなければ了解です。まだこれからはい、お待たせしました。こちら卵味噌になります。はい。はいよ。はい、お待たせしました。こちらエビ玉になります。はい、こちら親子味噌になりますね。はい、失礼します。こちらも以上でよろしかったですか。はい、ごゆっくりどうぞ。また今度はさ、踊り見せてね。オッケー。デビュー。全部でーす。ごちそうさまー。はーい、全部でーす。ごちそうさまー。はい、ありがとう。エビ玉卵でーす。遅くなりましたー。ごちそうさまー。どうぞ失礼します。お待たせしました。全部になります。ただいまー。ありがとうございます。素材は何を使われるんですか。サバ、ムロ、ソーダガツオ、カツオだね。4種類がミックスされる。なんとなくこう団系通り店とは違う形で発展されたっていう認識なんですけど、八代さんが団系通りの方で一時期修行されてた。10年修行してね、修行してね、でもうここで38年、今年で39年目入りますかね。野波駅からね、遠いね、そうですよね。30分歩いて30分、車だったら10分、動くか10分だけどね、最初のやるときはね、本当にこの辺は農地でね、全く何にも建物がなくって、天白川の堤防が見えてね、しっかりとしたものを作っていったらお客さんは来てくださるだろうということでね、本当に誠実にねやってきたんですよ。なんでここにされたんですか、お店。子供がね、3歳、下の娘が1歳10ヶ月、住まいがすぐ近くにないと店をやっていけないし、女房が大変ですわ。店やって子供を面倒見てやっていかないかんっていう状態でね、いろんな物件探したんですけど、もう2階にすぐ住めて、というところがここしかなかったんでね、2階に住めて、ここで
商売を始めようというスタートですわ。道具を作ることしかできないし我慢もしたし、でも少しずつ少しずつお客さんがお店を味を覚えてくださって今に至っとるんです。塩が入ってない味噌煮込み用だね。今までで一番来られた来店数ってどのぐらいなんですか？400人ぐらい。でも常に行列っていう感じですか？もう行列よね。日曜祭日は行列はできますね。フライ1貫向こうに持ってってあげてほしいです。お客さんの何割ぐらいが味噌煮込み頼まれるんですか？8割9割やね。店の中に入って味噌煮込みの香りを嗅いじゃうとやっぱり味噌煮込みにしようかそばは何割なんですか？これ7割です。だけどね、2つ店を持ったもんでもうこれはきついわっつってちょっと検証炎になっちゃったもんでさ、いろんなうどん屋さんに話を聞く機会があってね、手打ちは確かに立派なことやけど機械だったら何人でも打つで人ができるからっていうことを教えてもらって、ものすごく判断するに苦労したけどさ、まあそうだなっつってやらな機械に変えないかんなっつってさ。私の一代でこの店は終わるんだろうなって思っておったんです。向こうは空港会社のアナに勤めとって、そういうふうなら向こうは私が後をやりますと、提案してきてくれたんで、まあほっとしましたわ。もうこの土地にしてもテーブルお客さんにしてもね、みんな30何年間の愛情を注いできてるじゃないですか。向こうが本当に、やりますって来た時は本当に嬉しかったね。よかったですね。もともとはサラリーマンやってて、嫁の親父なんですよ。うちののれん分けから始まってここで店構えて40年やってこられて、で70過ぎてきて後継者がいないっていう、閉めようかなって言ってるタイミングで、僕はそのアンナの仕事直近が中国で6年間いたんですけど、その相談を受けて、僕もともとやっぱどっかのタイミングでサラリーマン卒業して自分で商売やりたいなっていう、別にうどん屋さんとかっていうのは一切なかったんですけど、地域創生にもなるし、ちょっと自分でも商売できるし、とにかくお客様がしっかりここにいるのにこれをやめるっていうのはやっぱりちょっともったいないというか、お客様にねやっぱりつないでいくのは一つかなと思ったので、3年弱になるんですけど一緒にやってて。うちもともとお客さんの層が平均すると40代後半からそしたら50代のうどん全般で言ったらめちゃめちゃニッチだと思うので、行ってもらうところから始めないといけないし、県外の人だとほぼみんな味噌煮込みイコール山本屋さんっていう印象が強いので、当然美味しいし、ね、もう一番の歴史があるし、だけどローカル行くともうちょっとこういう地元民に愛される味噌煮込み屋ってあるんだみたいなところの位置づけだと思うので、知ってもらえるとめちゃくちゃ嬉しいなと思います。柔らかそうですね。そう、すごい柔らかいですよ。出来たてなので。
は一升8合とか最初に炊いて、できたらまた追加で一升5合とか炊きます。ランチが平日はあるので、はい、ご飯がつくんです。ランチにやっぱりランチが出るといっぱい出ますよね、ご飯は。もう長いんですか、結構働かれて。私長いです。上田からいたから。でも上田はもうね、亡くなっちゃったから、こちらでお世話になってる。エビ揚げられるんですか。30です。メカブ納豆腸活です。昼は味噌煮込みを食べて、豆味噌なんで体にいいし。三浦さん地元この辺なんですか。僕地元は名古屋市。じゃあまあちっちゃい頃から味噌煮込みを食べてる。味噌煮込みは家でスガキ屋のインスタントをよく自分で作って食べてました。袋のやつめっちゃ好きで。まさか自分が味噌煮込みの。でもお世辞抜きにここで食べた時にうまっと思って。産地とかってどこなんですか。これ広島です。いわば牡蠣ファンが必ずいるので、これ食べてくれるのは嬉しいですし、もつ味噌が始めて2年ぐらいです。これがかなり定着してきましたね。ネギ切るのめっちゃ気持ちよくないですか。親子2つで、1つネギ多め。1つがネギ多め。ネギの消費量すごそうですね。めっちゃ多いです。週末とかだと本当怖い時1日30キロ切る。普通の方ね。はい。そこではネギ普通でございます。熱いのでお気をつけください。失礼いたします。
お待たせいたしました。暑いのでお気をつけくださいね。ナプキンお使いでした。お待たせします。はい、どうぞ。米がいらない。麺に、はい、そう。普通のうどんとかきしめんとかそばも茹でるんですけど、茹でたうどんがいいとかきしめんで食べたいっていう人もいるので、それも今もうできますよってメニュー表にも書いて、結構そういうニーズがやっぱある。みんな初めてとかあったり、なんかそういうのって言っていいんだみたいな意外とあるので。出すよー。味噌、麺型。麺型濃い口。うん。どうぞ。いらっしゃいませ、どうぞ。こんにちは。これ？はい、卵が。はい。親子3つお願いします。エビ玉とエビです。いらっしゃいませ。こんにちは。いらっしゃいませ、どうぞ。お座敷2名様です。生と親子でランチ2つです。エビ玉ランチ。初めて。あ、そうなんですね。私人生で味噌煮込みうどん食べたことお店でない。生まれも育ちも愛知なのに初めて。そうです、初めての味噌煮込みって感じがしましたね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こんにちは。お願いします。エビ玉が2つ、天ぷらきしめんが1つ、天ざるきしめんが1つ、かき天1つです。
落ちた、お盆が落ちた。来ました、かき天です。全部2つとかってお願いします。はい、親子エビ。はい、お願いいたします。はい、お願いいたし僕は来るよ。何十年前から、子供の頃から。味噌煮込みといえばもう誠屋さんっていう感覚ですか？まあそういう感覚かな。うん、そうだね。うどんもできる。すみません。牛もちのおうどんが2つとハーフ天丼も2つ一緒で、はい、10分ほどお時間大丈夫でしょうか。お待ちください。はい、もつうどん。お待たせいたしました。もつうどんのハーフ天丼です。うまいです。どうですか？美味しい。めっちゃニンニク入ってる。よく来られるんですか？僕は初めて。ちょこちょこ。そうなんですね。最近これにハマって、いつも味噌煮込みで。ここ来て味噌煮込みじゃないのちょっと問題じゃないですか。いや、だって数量限定ですから。子供の頃から誠屋派なんで。じゃあもう味噌煮込みといえばもう誠屋みたいな感じです。お近くのお出しをしましょう。お席どうぞ。全部2つです。お願いします。はい、お願いいたします。気をつけてくだ
ゆっくりどうぞ。あ、すみません、ランチ1個欲しいです。名古屋の北の方からですけど、ここの大将の奥さんとお友達なので、1年に1遍ぐらいしか2回かね。そうなんですね。美味しいです。冬になると食べたくなる。そう、何年も食べに来たけどね。そうそうそう。活気があるからいいですね。ネギ多め、濃いめ、麺方。はい。玉。はい、お願いいたします。はい、親子上がり。はい、気をつけてください。おかわり持ってきますね。親子エビ。親子エビ。大盛り。来られるんですか？職場近所なんで。人屋さんの魅力とかって何かありますか？やっぱりこの土鍋じゃないですかね。最初牡蠣お願いします。はい、牡蠣かしわ。八代さんはこのサポートで働かれる感じですか？徐々にね、もう何年か経ちゃ私も体自然に動かんようになるからさ、それまでにみんなにしっかりやってくれるようにしとかんとね、気づいたら手遅れではいかんからね。手羽先創業時からあったんですか？いやいや、これも20年ぐらい前かな。スタッフで当時いらした中国人の方が秘伝のタレを教えてくれたんです、アレンジ加えてここにたどり着いて。卵のランチです。はい、手羽ね。来てくださいね。今月で40になります。もうあと30代1週間来たら飛躍の40代、30代のうちに道を変えといて僕は正解だったなと思ってます。42とか3とかって多分決断できてないかもしれない。ちょっと待ってよ、さっきのはい、ランチ。はい、お願い。
卵ね。普通の方。はい、普通。はい、親子ね。ランチセット2つです。はい、10番卵。はい、全部の大盛りね。はい、全部の大盛り。はい。あ、ここにあったあった。ごめん。はい、親子出るよ。ランチ？ランチです。はい、お願い。エビ玉ね。お願いします。全部大盛りが1、普通が1、2つ。はい、豚玉麺肩。上に乗せてください。はい、よ。エビ玉3つです。全部の大盛り。コバさんだと思った。全部の。動きが違いますね、これ。あ、そうか。めちゃめちゃ響きして全然まだまだ。こんなことばっか毎日本店で10年やろ。ここで40年、50年が、半世紀こんなことやってね。体で覚えてる感じですね。おお、そうやな。この仕事が性にあったんかな。こんだけ続けさせてもらえたってことは。はい、エビ玉です。りょうさんのとこです。お願いします。親子です。はーい。よいしょ。麺肩、エビ玉、ネギ多く。はい。ランチ。はい。昔から来られてて、そうですね、はい、月に2回ぐらいかな。琴屋さんの、いいところ、硬さとか濃さが選べるっていうところだよね。まあそれとやっぱりコクがあるっていうところですかね。ちょっと変わった注文されてたなと思って。ああ、なるほどね。まあよく比較されるのがね、山本屋本店とかあるんだけども、あそこはそういうことがちょっと しづらくなっちゃって、今タッチパネルで頼むんでしょ。だからちょっとやりづらくなってね、こっちの方が自分好みにできるんで、はい、まあ向こうは向こうの良さがあるし、こっちはこっちの良さがあるし、はいこうやって食事されるんですか？時々食べに来てくれるので。息子さんがアナからうどん屋さんになられてびっくりしなかったですか？しました。いや、そうですね。なられて実際どうですか？まあ生き生きやってますし、まあこの人のこの生き方からするとこっちの方が正解なのかな。これなくなっちゃいました。結構ご飯出ますね。今日出ました。ランチがいっぱい出たからかね。ありがたいですね。
します。ありがとうございました。どうもありがとうございます。お願いします。はい。お願いします。はーい。ゆっくりどうぞ。ようやく食べる。ご飯食べるんですか。ご飯、後継ぎがあるってことはね、いいよね。今時もうやめられる人が多いじゃん。もう頑張ってもらいたい。お母さんええよ。本当にね、スタッフに巡られているの。本当にいい方が入ってきてくれてね、盛り上げてくれて、お客さんにも盛り上げてもらったし、そういう風で今に至りますね。長男と次男2人いるんですけど、2人ともが店継いでくれたもんで、共に5代目で、はい。これで50食ぐらいかな。もう作り置きせずに、あとは様子見ながら、お客さんの雰囲気見ながら、少しずつ米取るのでね。水と小麦粉と細かい空気の気泡だけで、塩とか添加物一切入ってないもんで、日持ちしないし、夏なんか時間持ちしないもんで、作りだめは一切しないです。
製麺作業はこうやって日々されるんですか？そう、私がほとんどやってます。で少しずつ若い子たちにも伝授しながら、まだまだもう10年ぐらいは。ごめんなさい、指メーカーさんが頑張ってくれてるものでね、同じ味が提供できるね。この室味のこのちょっと湿り気っていうかね、そういうのバランスがうちの求めてるもの、それを必ず提供してくれてる。これが一番大事なもの。自分の手でね、必ず見ながら、確認しながら、あとこの味噌の硬さとかね、こういうの確認しながら。うちの3代目の方が、かなりこの昔からの味にこだわって、必ず守ろうということをでき続けたもので、自分もそれを素直に受け継いで、で、5代目たちもその気持ちを受け継いで、昔からの味を守ってやってます。どのぐらいつけるんですか？大体、感覚ですけど丸2日間から3日間はつけますね。皮を厚むきして結局残ってくるんですけど、そういうのも漬物にしたりとかして使ってます。
いません。手羽先出ます。ビーフサラダやっとるかい？はい、卵のエビ天2本入り5番様です。お待たせしました。お待たせしました。卵一点2本入りです。ミニサラダです。お待たせしました。はい、名古屋コーチン卵入り。お待たせしました。3番様親子煮込みです。手羽先5本です。秘伝の手羽先のタレです。甘辛い感じです。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。みんなくっついてはい。いやいや、まず卵を使って。手前からすいません。もう一個作るので。はい、ありがとうございます。お気をつけください。おはようございます。はい、一飯カレーのスペシャルです。はいよ。お待たせしました。お待たせしました。はい、卵入り煮込みが出ます。ランチのお取ってお願いします。はいよ。ごめんなさい、後ろです。
はい、親子煮込みが出ます。カウンター A 様。おすまし卵です。はい、もち入り卵が出ます。お待たせしました。もち入り卵です。はい、親子煮込みが出ます。カウンター A 様。すみません、お待たせいたしました。親子煮込みをします。熱いのでお気をつけください。初めてですね。はい、そうですね。確認するました。ランチだとやっぱり土手煮だとか、まあご飯も必要とかいっぱいついてきたのが、まあ美味しかったですね。はい。波のホルモン卵、こっちがネギ抜きで、土手煮と天むすです。はい、市販の大ネギのホルモン卵です。親子煮込み1番様。エビ天に半卵ですね。順当です。卵のエビ天2本入り。お待たせしました。1番様。はい。親子煮込み1番様。お二つ目の親子失礼いたします。はい。これがタイ皿になってます。すぐ銀行で引き出してくれる。ありがとうございます。美味しいです。とっても美味しいです。はい、卵入り煮込み2番様。いらっしゃいませ。水木もう一個まかないで。はい、よろしく。これいいですか。5番さん、エビ天1個の卵。はい、よろしくね。ごゆっくりどうぞ。漬物ください。はい、漬物お願いします。漬物お願いします。はい、はい、よろしくね。いらっしゃいませ。あと2個。はい。鈴木さん、1回表回ってもらっていいですか。これ親子です。13番です。はいよ。13番さんの親子。はい。煮込みもう一丁出ます。はい。13番親子です。13番さん。はい、13番さん。ありがとうございます。ね。カウンター A さん、柏入りです。はいよ。お願いします。はいよ。お願いします。2番さん親子です。はいよ。お待たせしました。串カツお願いします。はいよ。お
塩出ます。はいお願いします。お待たせしました。お願いいたします。卵入り味噌煮込みお願いします。叩いたらの方お持ちいたしますね。ランチセット串カツですね。こちらの方あたりいただきます。ください。お願いします。はいよ。はい、こちらお電話しています。とにかく手打ちにこだわりたいっていうので、もう手で水と粉を混ぜて伸ばして切るっていう昔ながらの作り方にこだわっているっていうところで、特に塩を使わずに煮込み麺として味噌が麺に染み込むようにというところのまず麺のこだわりと、あとは八丁味噌ベースのお味噌、うまみがかなり強い塩になってるんですけど、それの調合を毎朝やっているというところと、あと室味のベースのだし、室味も出汁がかなり強くてうまみが強いので、室味の荒節っていうのにこだわってやっているというところですかね。家族みんなでこのお店を美味しくて楽しいお店にしていこうというところで日々頑張ってます。おはようございます。